右足の内ももを使っていきます。膝を曲げた状態で右足を上げます。ゆっくりと外に開いて、左足はまっすぐのままで、左の骨盤や左肩が床から浮いてないことを確認しましょう。右の内ももを使って足を閉じていきます。もう一度ゆっくり右股関節を開いていきます。左半身が浮かない程度に外に開きましょう。内ももの付け根の筋肉を使ってゆっくり閉じていきましょう。内ももの付け根を使う感覚がわからない人は、僕みたいに手で内ももの付け根触ると分かりやすいと思います。腰が反って痛いという人は、左足を曲げていただいても OK です。左足が左右に倒れないように右の内ももを使っていきましょう。次は同じ動きなんですが、さらに負荷を強くしていきます。もう十分きつかったという人は、さっきと同じ方法をもう一回30秒頑張りましょう。では右足を上げてゆっくり外に開いていきます。左足が動かない範囲で右足外に開いたら、右手で右の内ももに負荷をかけます。上がらないように。その手に反発するように内ももを使って右足を上げます。かなりきついです。これを30秒間頑張りましょう。こんなに頑張れないよという人は、1と同じように負荷なしで行いましょう。負荷なしでも十分きついバージョンです。頑張りましょう。左足は動かさないですよ。右足だけです。ラスト1回頑張りましょう。内もも付け根意識して上げる。 OK です。お疲れ様です。少し休憩をしたら、次は膝を伸ばした状態で行っていきます。右足を高く上げて膝は伸ばしたままです。ゆっくり開脚しましょう。左足はまっすぐのまま、右足だけ開きます。右の内ももを使って閉じます。しっかり膝伸ばしておきましょう。余裕ある人はなるべく右足高く上げて高い位置から始めましょう。下っ腹のあたりの筋肉も多少使うと思いますが、それも OK です。腰が痛い人は左膝ずっと曲げたままでも OK です。膝を伸ばしたままの方がきついというのもあるんですが、曲げた状態と伸ばした状態で使う筋肉が変わるので、内もも引き締めたいなら両方やる必要があります。最後あと5秒頑張りましょう。3、2、1、OK です。お疲れ様です。左足も同じようにやっていきましょう。皆さんに見えやすいように僕だけ向きを変えます。膝を曲げたまま左足上げてゆっくり開いていきましょう。右足はまっすぐ向いたまま、右半身が床から離れないようにしましょう。左の内もも付け根使ってゆっくり足を閉じましょう。腰が痛い人は右膝曲げて OK です。だいたい皆さん利き足が右なので左の方がきついと思います。ゆっくり頑張りましょう。内ももの付け根になぜ脂肪がつきやすいかというと、ほとんどが使わなすぎです。この動きしてるとわかると思うんですが、内ももの付け根ってなかなか日常生活で使わないんです。次はもう少し負荷を強めていきましょう。ゆっくり左足を曲げたまま外に開きましょう。左手で左の内ももの付け根を押さえましょう。その負荷に対抗するように左の内もも付け根の筋肉使って上げていきます。結構きついと思います。ゆっくりで大丈夫です。手で負荷をかけることが目的ではなくて、内ももの付け根を使うことが目的です。負荷なしでもいいので、内ももの付け根の筋肉を意識して使ってみましょう。内ももの付け根に脂肪がつきやすい人のほとんどが、椅子に座ってる時に膝と膝をつけて座ってるのがきついと言います。内ももを使う習慣を日常生活でもつけてほしいので、なるべく膝同士つけて椅子に座ってみましょう。次で左足最後の種目です。膝を伸ばしたまま左の内もも使っていきましょう。左足を上げていただいてゆっくり外開きましょう。
右半身動かない範囲で OK です。左の内もも使ってゆっくり上げていきます。かなりきついと思います。これも30秒間頑張っていきましょう。なるべく膝を曲げないでやりましょう。右膝は曲げても OK です。左膝は曲げないようにしましょう。僕個人的には床に座るときはあぐらじゃない方がいいです。あぐらは股関節を開くという動きにはいいんですが、内ももがずっと緩んだ状態でどんどん脂肪が溜まってしまいます。正座と長座とあぐら、この3つをうまく使い分けるとバランスが取れると思います。少し休憩をしたら、次は両足同時に動かす動きです。両足を揃えたまま持ち上げて、股関節開く、閉じる、開く、膝伸ばす、開く、閉じる、開く、膝伸ばす、繰り返しましょう。内ももをしっかり使って膝と膝をつけるように意識しましょう。もしも腰が痛い人は両手をお尻の下に入れてお尻を持ち上げるとだいぶ楽になると思います。ゆっくり自分のペースで大丈夫です。内ももを意識して使っていきましょう。では少し休憩をしたら、次は足パカやっていきましょう。今までご紹介してないパターンなので結構きついと思います。限界まで足パカして、そこで足をバウンドさせましょう。リズムよくバウンドです。内ももを使う感覚があると思います。閉じ切るよりもこの中途半端な動ききついんです。腰が痛い人は無理せず両手をお尻の下に入れてお尻持ち上げましょう。だいぶ楽になると思います。ただ限界まで広げてバウンド、結構きついです。きつくて限界という人は膝曲げても OK です。もちろんサボって休憩しても OK です。頑張りましょう。お疲れ様です。一度起き上がって内もものストレッチをやっていきます。たくさん使った後なので硬くならないようにしっかり伸ばすことが重要です。これで血流を良くしてさらに内もも細くしていきます。片方だけ膝伸ばして体は正面向けて前に倒れましょう。内ももが伸びる感覚があると思います。できる限り前に手をつきましょう。余裕があれば肘ついても OK です。股関節が内にねじれてると伸びないので、しっかり外グッと向けましょう。つま先を外向けるイメージです。内ももが伸びると思います。僕は最近編集しすぎですごい硬いんですけど、余裕がある人は頭を床につけても OK です。内ももをしっかり伸ばしていきましょう。次は反対足を伸ばしましょう。体は正面を向けてそのまま前に倒れましょう。股関節が内にねじれないようにつま先はしっかり外向けましょう。内ももが伸びる感覚があれば OK です。膝は曲がらないようにしっかり意識して伸ばしましょう。内もも付け根の脂肪を取るには筋力と柔軟性、あとは正しく使える、この3つが重要です。すべて重要なので途中でサボっても良いので最後まで頑張りましょう。もしももっときつい内もも付け根痩せが知りたいという人がいたら、ぜひコメントでリクエストお願いします。必ず返信いたします。はい、では次が最後の種目です。ゆっくり内ももが伸びるぐらいまで開脚開きましょう。内もも伸びている状態で股関節をねじります。結構難しいので僕みたいに手を添えて手でサポートしながら行っていきましょう。余裕が出てきたら少しずつ開くようにしていきましょう。今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。明日内ももの付け根に筋肉痛が来たら最高です。効果が出てる証です。コメントいただいたら必ず返しますので、実践報告や素朴な疑問等何でもコメントしてください。ストレッチをどうしても忘れてしまうという人は Twitter、Instagram、TikTok も毎日更新しているのでぜひご活用ください。かかとが床につくように、浅めに椅子に座りましょう。骨盤しっかり立てて姿勢がいい状態で、このまま足が
上がるかどうかチェックしてみてください。腸腰筋が硬い、うまく使えてない方は、足がそもそも上がらなかったり、こうやって後ろに倒れながらじゃないと足が上がらない。こんなことがあります。で、これ、ビフォーアフターで1回で変化出るので、楽しみにしててください。今のこの感じ、覚えててください。上がりやすさ、上がらないよ、覚えててくださいね。いきます。では、まずは、親指で、この骨盤の出っ張ってる骨盤の内側を、ちょっと押します。こんな感じ。押します。このまま前に倒れます。骨盤の内側、腸腰筋触りながら前に倒す。こんな感じです。で、そんなに強くギュッと押さなくていいです。手を添える、ちょっと軽く押すぐらいで、そのまま前に倒れます。で、この時、骨盤寝たまま倒すんじゃなくて、ちゃんと骨盤前に倒す。ここの隙間を潰すイメージです。押したまま前に倒れる。呼吸止めないようにしましょう。で、これ椅子がない方、ソファーとかでも大丈夫です。骨盤が寝ないで、ちゃんとこの隙間を潰すイメージで前に倒す。ラスト1回いきます。よし、OK です。